レイプされて、なんか私の人生って何なんだろうって思っちゃって、弟が脳梗塞を患ったことがあって、甘えられる先が見当たらなくって、なんかお金あったら満たされるかなと思って、ごめんなさい帰りますって何回も言ったんですけど、腕無理やり引っ張られて、ちょっとシラフじゃ無理だからと思って、風邪薬半分ぐらいガーって飲んで、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お名前と年齢を教えてください。ガローです。18歳です。よろしくお願いしまよろす。しくお願いします。なんで DM くれたんですか？結構普通の人と比べたらあんまり良くない人生っていうか、質の悪い人生送ってきたんじゃないかなって思ってるんですけど、それでもなんて言うんだろう、他の人に見てもらって、でなんかこの人も生きられてんだから自分も生きられるでしょみたいに思ってもらいたくて、一人でも多くの人にで取材してもらったらちょっとでも多くの人に伝わるかなって思って DM しました。ちょっと幼少期の頃からお話聞いていきたいんだけども、はい、幼少期はどんな感じだったんですか？割と小学校ぐらいまでは親もその弟と差がないように扱ってくれてたからマイナスな感じじゃなかったんですけど、でも思い返してみると保育園でもなんかはぶられちゃったりしたり、小学校でもなんて言うんだろう、そのクラスの強めの女子にそのいじめられたりして、結構なんて言うんだろう、よく学校行ってたなって感じのでしたね。でもその時はまだ家がいて辛い場所じゃなかったからまだ楽でしたね。その家庭は特にいい感じの家庭っていうことで、ちっちゃい頃とか。そうですね、ちっちゃい頃はって感じですね。なんか今はあんまりみたいな。なんか外から見たら普通にいい家庭だと思うんですけど、なんかやっぱり当事者としてはあんまり居心地悪くて、一回家出とかもしちゃったし、外出ると毎回帰るのが憂鬱だなって思いながら帰るの渋って、本当に11時とかまで帰らなかったり。なんで家が居心地悪い？なんか別に誰も悪くないんですけど、弟が脳梗塞を患ったことがあって、でそれでなんていうんだろう、入院してたんですけど、入院してた頃は本当に両親どっちもつきっきりで、どっちかが必ず病院に泊まってその弟の面倒を夜通し見るみたいな。で2時間だけ夕方から夜の間にそのお父さんとお母さんの入れ替わりの時間があって、そこだけ自分一人で家にいたり、なんかすごい寂しかったし、なんて言うんだろう、それを埋めるために知らん人と通話したりして、なんか退院した後もちょくちょく通院したりしてるんですけど、それでもやっぱり自分に割く時間っていうのはすごい少ない気がして、なんて言うんだろう、中学生とかまだ甘えたいなって思ってる時期のはずなのに、甘えられる先が見当たらなくって、なんかこんな感じのでいいのかなって思ったりしてって感じですね。その弟さんが脳梗塞になっちゃったっていうのは、ガロさんがいくつの時？私が中学入りたてだから12歳 ?13 歳
ぐらいの時ですね。弟のことがやっぱり家族みんなで心配。いや、私もともと弟そこまで好きじゃなかったので、心配してなかったし、で、なんか、手術の説明とかするときに私ついてったんですけど、その時もお母さんめちゃめちゃ泣きながら、失敗したら死んじゃう可能性もあるかもしれないって言ってたんですけど、私は失敗しちゃえばいいのにって思ってて、そうやって思ってる自分も嫌いだったし、なんか取り巻く環境も自分のことも全部嫌だなって思ってましたね。なんで弟のことそんなに嫌いなんですか？自分に許されなかったことが弟は許されてて、男女の違いもあるかもしんないけど、なんかもうちょっと自由があってもよかったんじゃないかなと思って。それは今も変わらず。そうですね。全然変わんないですね。お母さんにも直接甘やかしすぎなんじゃないって言ったことあるし、私ももっと甘えたかったよって言ったんですけど、いや、甘やかしてないとか、これは必要な支援だからとか言って全然聞く耳持ってくれなくて、で、私が甘えたかったのにって言った時には、甘えに来なかったじゃないみたいなこと言われちゃって、それは違うじゃんって思ったりしましたね。ガロさんは親に対してどういう気持ちでいます？もっと大事にしてほしいとか、もっとなんか、例えば休みの日1、2時間とかでも一緒にカフェとか行ってくれたらいいのになとか思ったりします。一緒にカフェ行こうとかはガロさんからはあんまり言わない？言うことあるんですけど、その弟が例えば、どこどこ行きたいって言っても、それは割と通るのに、私が言うと、いやなんで当日言うのとか、ちょっと今日は疲れてるからとか、やりたいことがあるからとか言って、なんて言うんだろう。私だから言い訳されてるみたいな気分になっちゃって、何回もそんな気分味わいたくないから、機嫌良さそうな時にだけ言うようにしてますね。甘えきれなかった部分があるから、その一番甘えたかった時に、それをどうしても、なんていうの、甘えられなかったのを回収したいっていう気持ちが消えなくって、外にご飯食べに行くっていうタイプの家庭なんですけど、それでもなんか、本当にちっちゃいことだし、子供っぽいんですけど、その弟が、俺ママの隣に座るみたいな勝手に決めてて、いや私もお母さんの隣に座りたいんだけどな、みたいな。で、私は姉だからそういうこと言ったら、なんて言うんだろう。4つも離れてるから、大人げないみたいな感じになっちゃうから、わがままとか言えないし。その中学校とかの一番のなんだろう、その寂しさみたいなのは親にある。大元は親にあると思ってます。親っていうか、原因は弟だけど、でも誰も悪くないから責める先がなくって。ちっちゃい頃から物とか人に当たるなって言われてたから、それを守んなきゃと思って、で、そういうとこに当たれないってなったら何するかって言ったら、まあ自分に向くから、手首切っちゃったりとか、太もも切っちゃったりとか、あとはどうしても寂しくて、人の声聞かないと落ち着けなかったりして、なんて言うんだろう。本当に出会い目的に使われてるような、全然出会いアプリじゃないんですけど、そういうところで通話相手毎日探して、ちょっと話して、で、なんか次の人探してみたいな感じでしたね。実際に会って、なんて言うんだろう。普通に今考えれば犯罪じゃんみたいなことされたりしたけど、当時の自分はそれで寂しさ埋まってたから、割と満足してたっていうか、そうですね。その家族の構ってくれない寂しさを、そのネットの世界でちょっと和らげてたみたいな。はい。なんて言うんだろう。お金もそんなにない方で、
なんかお金あったら満たされるかなと思って、なんて言うんだろう、個人撮影みたいなのの、お金出すから被写体やってよみたいな感じの人に、じゃあ被写体やりますっつって言ったんですけど、なんか撮影する場所がホテルだったんですけど、会ってからやっぱり無理だってなって、すごいごめんなさい帰りますって何回も言ったんですけど、腕無理やり引っ張られて、なんか抵抗できなくて、もちろん力の差もあるし、なんか逆上されたら怖いからついていくしかなくって、いや自分で応募しといて何言ってんのみたいな感じなんですけど、でそれで本当にめちゃめちゃ震えながら部屋通されるまで待って、でちょっとシラフじゃ無理だからと思って、なんていうんだろう、風邪薬っていう瓶に入ってる60錠分ぐらい入ってるやつ半分ぐらいガーって飲んで、でちょっとパヤパヤしてる状態で取ってもらって、なんかなんて言うんだろう、だんだんこういう格好で撮ってみてよとか、こういうポーズで撮ってみてよっていうのがエスカレートしてって、でなんか、いやここまで見といて、いや自分も男だから我慢できないからみたいな感じでレイプされて、なんか私の人生って何なんだろうって思っちゃって、でそっから2、3日ぐらいはちょっとなんて言うんだろう、ずっと寝てたっていうか、本当に動く気力がなくて、そんな感じです。それいくつぐらいの時の？それは14、15ぐらいですね。寂しさをお金で埋めれるかなと思って、あと単純に、なんて言うんだろう、DM で話してる上では楽しかったから、本当にバカなんですけど、まああってもいいかなみたいな感じでお金もらえるしと思って。すごい親しい、まあ、オタクの友達とかには、なんか信用してる人にだけ昔こういうことがあって、で今もちょっと引きずってるんだみたいな話をすることもたまにあるんですけど、そこで信じちゃってもおかしくなかったのに、なんかよく今まで生きてきたねとか言ってもらえて、なんかそんなことで過去は消えないけど、多少はちょっと落ち着いたりしました。なんか生きてることを否定しないでいられるような気がします。そういうこと言ってもらえたかめっちゃ辛いことじゃないですか。ら。はい。それを今教えてくれたじゃないですか。はい。なんで話そうって思ったんですか？私みたいな経験をした人は絶対少なくあってほしいけど、てかいちゃいけないと思うけど、それでも多分少なからずいると思うから、そういう人にも這いつくばって生きてたら、なんて言うんだろう、軽率に生きててほしいとか言えないけど、なんか頑張ればそんな上質な生活を望まなければ、自分なりの幸せを見つければ生き続けることができるよって伝えられたらなって思って話してもいいかなって思いました。マイノリティなことは分かってるけど、でもこういう経験した人他にもいるでしょうぐらいに思わないと生きていけなくて、だから自分ではそんなに、なんて言うんだろう、重大なことって捉えないようにしてます。でもさっき言ってた、たまに振らばしてしまう。はい。たまに、本当にたまにで、なんか、トリガーになるのはいろいろで、例えばネットニュースで痴漢した人が逮捕されましたとか、
あとは、たまに、なんて言うんだろう、未成年をホテルに連れ込んで逮捕されましたとか、そういうのが流れてくるときに、なんか、あーって思って、その時のことを思い出しちゃって、ふらばしたり、なんか、思い当たることなくても急に出てきたりするので、なんか、その時だけの辛さじゃないから、しんどいよなって思いますね。で中学の時は、はい。その古刹の件でなんか、特に警察とか行かなかっ行かなかったですね。っていうか、自分が悪いと思ってたから、警察行ったら自分の方がお金もらっちゃってるし、売春とかで、なんか、なんて言うんだろう。まあ、まだ未成年なんで捕まったりはしないけど、拘束されちゃうんじゃないかなって思って、た。自分が100%悪いと思ってたから、ここまでの流れを聞いてたら、やっぱ大きくあるのが、弟の出来事がはでかいのかなって。い。そうですね。なんか、弟が入院した後も、まあ、そんなことは可能じゃなかったからこうなったんですけど、弟が入院してからも親が平等に甘やかしてくれてたら、親に全部責任なすりつけちゃってるみたいですごい申し訳ないんですけど、ここまでなんなかったんじゃないかなって思って。その当時、一番欲しかったものみたいなのって、なんだろう。付きっきりでいてくれる人ですかね。親には限らず。そうですね。親じゃなくてもいいから、本当になんか、なんて言うんだろう。学校行ってる時でも、家にいる時でも、ずっと話してくれる人が欲しかったですね。親に対しての感情ってどんな感じですか？なんか、ここまで育て上げてくれたし、なんか、私立の中高一貫のとこに通わせてもらってたから、なんて言うんだろう。割と傍から見た育ちはいい方だから、すごい感謝はしてます。感謝はしてるけど、なんか思い残すことが多くて、うーん、感謝してるのと、もっと甘やかしてよっていうのが半々ぐらいですね。今日来るときに、はい。なんかメイク大丈夫かなとか言ってたんだけれども、はい。結構ガロさんは容姿にこだわりある。はい。めちゃめちゃこだわります。多分普通の人より全然こだわるから、それのせいでちょっと生きづらかったりするんですけど。自分自身のことで考えてしまうことってあります？自分だけを見てってわけじゃないんですけど、電車乗った時とかも、普通に街歩いてる時も、なんか人の二山とか目の形とか鼻の形とかずっと見ちゃって、あ、自分にはこれがないとか、もっとこうだったらよかったのにっていうのを常に、人といると常に思いながら生きてますね。あと足の細さもお腹の薄さも全部、なんか行く人を見ながら、あ、私にはこれがあるから大丈夫とか、私はこれがないからダメだって常に思いながら歩いてるから、何がそんなプレッシャーになってるのかわかんないんですけど、見た目のことをずっと気にしてるから、なんか内面に気をかけてあげられてない気がするし、なんていうの、外見だけ気にして生きてる自分が嫌だなって思いますね。さっき話の中で、その古刹の下りで、はい。OD の話はい。あったけど、そういう、自傷行為っていうのもあるんですか？多分、自傷行為、できるだけ自分でやめた気ではいるけど、ずっと自傷はやめられないんじゃないかなって思ってますね。いつから自傷？中学2年生の時かな。初めて手首切って、でなんか、思ってたより痛くないじゃんって思いましたね。それ今も
自傷はするんですか？今はその目立った自傷はしないで、でも、なんて言うんだろう。自分の髪の毛抜いちゃったりとか、唇の内側ずっと噛みちぎっちゃったりとか、そういう、なんて言うんだろう。他人には分かりづらいけど、明らかに自傷だよねっていうのはやめらんないままですね。切らなくなったっていうのははい何かきっかけがあって。